こんにちは。今日の出前講座を担当する前橋市中部地区の梅山です。よろしくお願いします。今日はエコクッキングについて皆さんにご紹介したいと思います。どうして地球の温暖化の防止のためにエコクッキングをするかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。まず私たちは毎日3食おやつも含めいっぱい食べるんですけれども、食べるっていう行為がとても地球の温暖化に温暖化ガスということで影響があるということになっております。ちょっと説明簡単にしてみます。まず食べ物を作る、育てる、野菜を育てる、お肉を育てる、お魚を取るなどの生産のとこからもスタートしております。例えば野菜なんかはハウス栽培で冬にナスとかキュウリとか夏の栽培をすることによって、加温するエネルギーが必要になります。資源、石油など燃やすことによって二酸化炭素が余計に、露地栽培、夏の旬の野菜を作るよりは出てしまいますね。またお肉なんかも子牛の時から大きくなるまで育てるのに餌をあげたり、またゲップが出たりして二酸化炭素とまた別のメタンガスという温室効果ガスも出ます。育てたり収穫したりすることで今度は梱包したりトラクターを使ったり機械を使う包装するなどのまたエネルギーも出ます。そしてそれを消費者または工場などに運ぶ、原料として運ぶという段階で船を使う、飛行機を使う、トラックを使うなどの輸送のエネルギーを使うことで二酸化炭素がたくさん出ます。例えば私たちがお買い物に行くときに輸送ということを考えると地産地消という選択肢が一つあります。自分のお家の近くでお野菜などを選ぶことによってこちらの輸送がぐっとエネルギーが低くなります。お店まで輸送されたものが売られるわけですけれども、お店で売れるまでに冷蔵庫で陳列したり、お店もエアコン使ったり照明使ったりすることで売るまでのエネルギーが出ます。そこに私たちが車を使うということが大きなガソリンを燃やすということで CO2 二酸化炭素が出ますので地球温暖化に影響を及ぼすことになっております。こちらも私たちが行けるなら自転車で行こう、自分のエネルギー脂肪を燃やして行こうっていうふうにすることを選択肢に一つできるといいんじゃないかなと思っています。で、私たちがお買い物をします。まずマイバッグを使うとか、どういう商品を選ぶとか、そういうことでもまた温暖化のガスを抑えられるかいっぱい出しかっていう選択がお買い物でできると思います。そしてお家の方に買ったものを持って帰ります。まず冷蔵庫でしまいますね。で、ここからエネルギーの使用が始まっております。冷蔵庫の使い方によっては工夫できます。今日ご紹介しないんですけれども、また別の機会があったら冷蔵庫の効率的な使い方についてお話できたらなと思ってます。次、お料理です。まず野菜を切ったりすることで生ゴミが出るってことは最後焼却場で燃やすということでこちらも温暖化の原因となっておりますから気をつけるポイントになっております。で、野菜を切った後調理はもちろんガス、電気などのエネルギーをいっぱい使います。そして今日こちらのね調理について実際に皆さんにお話ししたいと思います。で、次やっと食べるに来ましたね。こちらでは食品ロスを出さない、食べきるという皆さんの行為によって温暖化にいい影響が与えられるか悪い影響が与えられるかの分かれ道となっております。で、最後ぐるっと回りまして食べた後です。食べた後はお皿を洗う、お水、これちょっと温暖化とまた遠くなるかもしれないんですけどお水を使ってお皿を洗うという行動が出ます。水資源も大切になっておりますのでちょっと考えてみましょう。出た最後ゴミですね。ゴミはどうしても出てしまいますが
これをどう持っていくか、堆肥にして地面に戻せば、このサイクルがぐるっとつながります。生産の方にまたつながって地球の循環の中に組み込まれていきます。またはこれをどうしても焼却しなきゃいけないオチも出てきますので、それにはどういうふうにしたら温暖化に良い方向で焼却に持っていけるかというお話もしたいと思います、ね、このように結構何の行為に対しても食べ物についてはどこでもエネルギーを使ったりして、ね、二酸化炭素をとても食べるということは出すってことになります。これからクッキングについて実際にやってみたいと思います。今日はエコカフェでお肉を食べるということがテーマの一つにも上がりまして、お肉を食べるとどんなふうにエネルギーを消費して二酸化炭素が出るのかっていうのを学んだんで、こういうお肉に代わる一つの選択肢としてこういう食べ物があるよっていうのを皆さんにご紹介したいと思って、大豆ミートというのを持ってきました。これを使ってお料理したいと思います。まず乾燥されているのでお湯で戻します。全部入れちゃいますね。まず材料作りからになります。戻しただけだとなんとなく味が物足りないので、私はここにちょっと白だしで煮込んでっちゃって味をつけてっちゃいます。でエコクッキングのお話もありますので、ちょっとお話しさせてもらいます。まずお鍋がもし洗ったばっかりで水滴がついてる時はこうやって水滴を拭いてから火にかけてください。水滴が蒸発する方に火力のエネルギーが取られちゃってちょっともったいないですね。でこうやってお鍋の蓋開けてグツグツ煮込む場合もありますけれども、熱逃がすともったいないですし、匂いも今日は出ちゃいますので、蓋閉じてちょっとこもらせて効率よくお料理したいなと思います。はい、で今日作るメニューなんですけれども、鶏のそぼろを1品目と2品目は楽しちゃうんですけれども、ミートソースを作りたいと思います。でそぼろの方は味が醤油でちょっと薄いのでお肉の満足感が得られないので、肉と半分半分で使いたいと思います。このように水分が減って白だしの味も染み込んで美味しくなってきたかな。こんな感じでポロポロ大きくなります。だいたい重さも量も2倍から3倍ぐらいに増えます。これ半分ちょっと入れて増量してかさ増し料理にも使ってます。だいぶいい感じに馴染んできたので、今日はちょっと半分出して半分そぼろ半分ミートソースを作る感じでいきます。じゃあここに半分残っております。作り方は皆さんの方が上手だと思いますので、ご家庭の作り方で試してみてください。こうやってお肉を炒めます。これだけだと何のそぼろだろうって感じになりますので、鶏のひき肉を半分ぐらい入れます。こうやって炒めていきたいと思います。そうなんでちょっと時間がかかるかな。こういう感じで炒めます。で火がだんだん通ってきましたら調味料つけます。で火がだんだん通ってきた頃に、これはもうお酒とみりんとお醤油ちょっととうち生姜入れるのが好きなんで、もう作ってきちゃったんでこれを絡めます。でこれで混ぜていきたいと思います。鶏肉が入っているので必ず火をいっぱい通してお酒も飛ばしてください。焦げない程度に蓋閉めると火が回るのがね早いですね。いいかな。これでだいぶ火が通ったと思います。だいぶ多くなりました。半分半分の量で
感じになります。鍋洗わないでお行儀が悪いんですけども、このままミートソース作ってみます。ミートソースは味が濃いので、これだけでもかなり美味しいミートソースだなっていうのを感じます。順番間違っちゃった。ミートソースにちょっとかさ増しするので野菜を入れたいと思います。これエコクッキングのポイントなんですけれども、生ゴミを出さないようにと栄養いっぱい取れるようにで、こうやってズボーンってこういう風に切らないで、ヘタのね汚い部分だけ、食べづらいとこだけ上手に切ってください。あとこの先っぽですね、皮なんかは栄養がありますので、うちはもうそのまま使っちゃいます。皮入れるとどうしてもね黒く変色して酸化するって見栄えが悪くなるときはピーラーで取ってください。うちは汚いとこだけこういう感じで取ります。でピーマンなんかもこうやってズボーンって切っちゃうと思うんですけれども、ここも食べれる部分ですので、この部分ちゃんと取ればピーマンの 10% ぐらいこちらも大切に食べてください。今日時間がありませんので、もう切ってきたものがこうやってありますので、こちらを入れます。玉ねぎ、人参を先に炒めます。これも蓋しちゃいますね。大豆ミートを先にもう火が通ってたんで、後から入れるんで大丈夫でしたね。これでちょっと火の通りを良くします。玉ねぎと人参に火が通ってきましたので、最後ピーマン入れます。うち家族でパスタ作る時にミートソースも簡単に済ましちゃって、これで作っちゃうんですけど、これだと1人か2人分だと思うんですけど、混ぜることで4人分に多くして作ってます。もともとこちらの方に本物のお肉が入っておりますので、お肉の風味もするんじゃないかなって思います。弱火にします。こちらでだいぶ火を通しましたら出来上がりです。パスタの上ですとかフライドポテトにかけても美味しいです。でこういう感じでお料理ができました。大豆ミートのひき肉を使ったお料理が2品できました。他には味の濃いものなら結構失敗せずに美味しくいただけますので、カレーに使ったりですとか、あと中華オイスター炒めを使ったりですとか、にすると美味しいですね。でハンバーグとか肉団子とか成形するものはもともとがパサパサしてますので、本物のお肉と半分にずつ使って粘りを出して丸くしたり、あとインターネットですとレンコンすったので粘りでつないだりしておりますので、いろんなところを参考にしてこんな風に使っていただけたらいいかなと思います。こういうのちょっとまだ苦手だわとかあんまり好きじゃないかもっていう方は他のものとして厚揚げ、結構これもお肉の代わりで半分半分に入れると美味しいお料理になります。納豆いっぱい食べたり、お豆腐ですね、お豆腐油揚げを食べることでお肉とかある動物性タンパク質のバランスのいい食事ができるのではないかなと思います。じゃあ今日は大豆ミートを使ったお料理のご紹介をしました。お食事が終わった後のエコクッキングなんですけれども、こういうふうに切った生ゴミが出ると思います。今日はもうこれカラカラの生ゴミなんで軽いんですけれども、ここにお茶殻が入ったりですとか食べ残しの残渣が入ったりですとかで、かなり水分が多く含まれていると思います。これがびしょびしょの状態で火をつけて燃えてゴミが焼却できるかなっていうととても難しいですよね。必ずギューッと捨てる前に一絞り二絞り絞ってから捨てていただきたいなと思います。で生ゴミの他に今日は特別に秋のお掃除ポイント最後にお伝えしたいと思います。これちょっと換気扇の部品なんですけれども、年末に換気扇のお掃除やる方も多いんじゃないかなと思います。この時期の換気扇の掃除ってとっても大変ですよね。寒くなって油の落ちが悪くなります。でだからお湯をいっぱい使う、洗剤をいっぱい使う、時間もいっぱい使ってきれいにしていきます。ぜひ
このちょっと涼しくなってまだ暖かい時期のこの秋に換気扇の掃除をやってもらいたいなと思います。で、お日様が秋でカンカン照りの時がおすすめです。窓辺にこういうふうに置いたりですとか、お庭に換気扇の部品を全部新聞紙を持ってってそこで広げると金属ですのでとっても熱くなります。で、そこの油が緩んだところでお掃除をしますととっても早く手荒れもしないで落とせるんじゃないかなと思います。暖かければもう拭くだけで表面はきれいに落とせます。油を排水口に流すとどうしても排水口も汚れも早くなってお掃除も大変になりますので、拭ける油は必ず拭いてください。ぜひこれを秋の暖かいうちにやっていただけたらなと思います。じゃあこれで今日は出前講座を終了します。ありがとうございました。